翔子こんにちは。こんにちは。今日はちょっと日常点検のはい。方法とかどんなことやってれば安全に乗っていけるかっていうのを解説したいと思います。了解です。であとこれを見てもらうことで持ってない人も自分が買ったとしたらこんな程度のことができればハーレーって乗れるんだな、ヴィンテージに乗れるんだなっていうような動画にもなったらいいなと思ってます。はい。で今日の内容はどんな感じですか？今日はクラッチの点検調整で、あとはこの中に点火のポイント点火のものが入ってるので、それの点検調整。はい。あとは細々したものをあとちょこちょこ。はい、わかりました。じゃあお願いします。じゃあオープンプライマリーの鑑識クラッチの、点検調整、そんなに毎回とかじゃなくて、はい、なんか踏んだ時のフィーリングが変わってきたとか、ジャダーが出るとか。はい、ジャダーっていうのはジャダーっていうのはこの踏んでギアを入れて、はい、出ようとする時になんていうのスムーズにこういくんじゃなくて、なんかガガッガガッってなんかちょっとガリガリになるような、はい、そういうのジャダーっていうんだけど、そういうのが出たりしたら見た方がいいかなっていう。掃除とかもたまにはした方がいいもんね。はい、出る前にっていう意味でも今からやる作業がやり方になるわけですね。そうじゃあ早速やってってみてもらっていいですか？構造としては、はい、この真ん中に向こうのキックカバーの方から、はい、これシャフトが通ってて、長い棒が1本。そうでこれを向こうの方でその棒を押すと、はい、このプレッシャープレートっていうのは一番表のプレートが外に出てきて、こうやって踏むとっていうことですね。一応これはノンロッカーのノンロッカーの場合は切るようにすると、はい、出てきて、この中にプレートが入ってるの、後で出すけど、はい、プレートのこうベタってくっついてるの円が切れて、クラッチが切れるっていう、なるほどっていう構造、これが基本的なクラッチの構造、はい、なんでこう踏めばこう空転させれるってことですね。回れへん回れへんねちょっとまだ作り途中の状態でそう作り途中だもんで、今ちょっと空転しないけど、まずこの順番に外していくんだけど、はい、ここバーネが入ってるから、はい、そのままこれナット外していくとガイーンってなるもんで飛んでっちゃいますね。相当、しかもこれバネ強いから、本数も相当な本数入ってますそう大怪我しちゃうもんで、ホームセンターとかでこういうので、ただのでっかいワッシャーなんだけど、ちょっと韓国の YouTuber みたいなちょっとねこういうのを買ってきといて、で16分の9ボックスでもスパナでも、このナットをこうやるとこれ回るもんで、これ一旦取っちゃって、でこれが真ん中のその言ってたシャフトを押してる、そこはマイナスの切り込みがあるんですね。これをちょっと緩めてでこれで押さえたいんだよね、バネを。その手前のプレート、これを入れて、この外のプレートを押さえたいもんで、上からまたこれをつけて、で今の穴より大きければ大丈夫ですね。真ん中のボルトが通って、でマイナスドライバー入れながらこうちょっとでいいもんで締め込むと、もうこれフリーになるもんで、これ段差があってさ、回らんようになってるもんで、で段付きが組むときには奥になるわけですね。そうこれやるともうこれが取れて、こうやって、でこれがクラッチ板、これがフリクションプレートっつって摩擦が起きる、でこれが間に入るスチールプレートってやつ。外す時は組む時のこと考えて向きが変わっちゃいかんとか順番変わっちゃいかんみたいのはないですか？これは一応このね順番もあるし、このスチールプレートも向きがあるで。じゃあ今また同じものを組む人はそのまんま置いて、このまんま、分かるようにこう置いた方が間違いない。いいですかね。なので出してったら、外からこう置いていけば、こっちから順番に今度入れていけばいいもんで。でそのジャダーとかの原因っていうと、
この動きが悪くて、はい、この動きが、ね、はいはい、円が切れづらくなってこうガガガガってなるんだけど、このスタッドボルトなんか傷とかがあって、はい、こう痩せてくるんだよ、そのよく当たるところで段差とかができちゃったりして、はい、なったりするもんで、まあ、その確認と、はい、それは指で触ればとか目で見ればボコボコ、そうそう明らかにもう蛇腹みたいな感じになってる、そうそうなってるなとか、このフリクションプレートが減ってて薄くなってて、ね、摩擦のかからんくなってたりとか、このスチールプレートもねガリッガリになってたりとか、はいはい、そういうのをチェックすればまあ大体邪ダーとかその辺は治るもんで、チェックした上で例えば拭くとか磨くとか、なんかそういうことをする場合はあるんですか？ある掃除的なものは。何もすごいバリとか出てればペーパーで鳴らしたりとか、はい、ペーパーは使っちゃっていいっていうことですね、何番ぐらいの？まあ、スチールプレート180番とか、180結構粗めでも意外と、まあ、バリをねざっと取るだけで、はい、これはね、まあ、すげえゴミになんかへばりついてたりするでよ、オイルと混じっちゃって、はいはいはい、でそれをまあね綺麗に拭いたりとか。布でいいですか？まあ、パーツクリーナーとかでもいいけど、パーツクリーナー拭いて使っても大丈夫な。ガソリンがね一番ね早く乾くし、はいはい、一番いい俺はね、はい、まあねあんまそうですね、作業にガソリン常に用意してある人ばっかじゃないですけど、そうだよねあれば、まあ、パーツクリーナーでもいいし、はい、それをチェックして掃除とかして、はい、こっちもまあね拭いたりして掃除して、はい、でよければ組んでいく。一番奥がこのフリクションプレートをここの穴があるもんでこう入れてって、はい、このスチールプレートがものによるんだけど、はい、これ純正のタイプなんだけど、はい、アウトって書いてある。これが外側、はい、こっちに向くように、はい、ここの外のこの切り欠きに合わせてこう入れる。これの場所は特にないですか？はない。どこでもいい、その意味があるかどうかわかんないけど、はい、俺はこの次またフリクションプレート入れてスチールプレートなんだけど、はい、これ、はい、これは1個ずらす。全部こうやって意味があるかはわかんない。意味があるかはわからない。おまじないっていうことでいいですか？まあその方が均等かなっていう全部重なっちゃうよりは。そうでまあこれ順番に入れてってフリクションプレートスチールプレートフリクションプレートで今これでこっちにこのなんかついてるの入れたから、はい、こっち、でフリクションで終わる。なのでフリクションのが1枚多い、はい、でこのスタッドボルトも3スタッド5スタッド10本全部スタッドになってるやつあるんだけど、これは3スタッドだもんで間が違うんだよね、隙間が1箇所だけ3つ開くもんで、それを見てそこに合わせてこうはめる。とりあえずこれは仮でこう入れて、でこれを絶対に入れてからこれを取る。この順番としてですね。そうじゃないとバネがバイーンってなる、はい、でこっからなんだけど、この外のプレートは、はい、そこの部分からここの部分までが1インチの距離が一応まあ規定の距離だもんで測って、はい、これ締め込んでってで、まあ、とりあえず今これはやらないけど、はい、でこうやって締めていけばこのプレートが下がっていく、はい、このプレートが下がれば切れが良くなるのかな、こっち外に出やすくなるから、はい、今これが何にもクラッチが効かない状態、はい、これを締め込んでってそうするとこれ動くじゃん。今動きましたね。そうこれで締めてってでこのドン付きの部分これちょっと遊びあるんだけど手応えが出てくるの。重くなってくる。そうグッとまあなんか奥で効いてるなってなるんだけど、手応えが出たとこから4分の1回転か2分の1回転戻し、はい、手応えが出たとこから戻しで、まあ、俺はいつも4分の1かな、はい、戻してでそこでこれを入れてでこの時気をつけなきゃ中が一緒に回らんように。また変わっちゃうからですね。そう押さえながらマイナス押さえながらこうキュッと締めると、はいまあ、ダブルナットの原理で止まるんだよねこれが、はい、でこう切れる状態になる。今これ回らないのが踏むと回る、これがクラッチが切れてる状態。これなれば OK、さっき最初に今手で回したのが回らなかったのは、バンとバンがちょっと固着してたような食ってたりとかこの動きが渋かったりとかすると
回らなかったりする、今回るもんで、一回外したもんでその渋かったのが動くようになったのかもしれない、エンジン回ってればね大体動くんだけど手で回れば間違いない、これさっき組んだクラッチのプレートの間っていうのは、ドライな状態になってた方がいいんですか？それがね結構いろんな説があって、諸説ありですね。オイル塗って組む人もいるし、逆にもうそうドライの方がいいよっていう人もいるし、ものによって違うよっていう人もいるし、その場合によっても違うよっていう人もいるし、うちでは、うち基本的にドライで組んでるから、じゃあそれこそさっき言ったガソリンとかパーツクリーンで、そうで洗って乾かしても組むっていう、じゃあ油分が全然ないような状態になるわけですもんね。ちょっとそれで逆に調子がなんか悪いなとか思えば、じゃあ個人的には塗ってみたりしてもいいっていう、そういろいろ試してみてね、一番調子いいのでやればいいと思うんだけど、それの正解は多分誰も知らないなんかあれですね、自分はこんなんが良かったみたいなあれば、行き着いたとこがあればコメントとかで書いてくれてもいいかもしれないですね。本来はプライマリーカバーがあって濡れてるもんなんだけど、あとはもうこれで OK って終わりにするにはどんな微調整をすればいいですか？これ踏んで切れてるかどうかっていうのと、あとエンジンかけてみて走ってる時にクラッチが滑ってないかどうか、走り出す時に回転数は上がるのに全然進まねえなみたいな、っていうのはもうクラッチの摩擦がかかってなくて、この駆動力が伝わってない状態、その滑ってるかどうかのチェックをして、滑ってればまたいろいろこの辺調節しなきゃいけないし、遊びとかっていうのは最後に触ってたマイナスとレンチでメガネで回してた、ここがクラッチのこの遊びと踏みしろ、でこのバネがそのクラッチの摩擦の強さというか、どんだけかかってるか、でその辺で調整をしていけばいい。そう工具的には今出してきた、この辺があればクラッチ板までは全然、もうこのこれは使ってないけど今なくてもいいですよね。だからこれだけでクラッチっていうのは自分でもできると、知識を持って。クラッチ板は外せる。じゃあこの動画を見ながらやれば怖いもんなしですね。じゃあ多少はその自分でやってみたい人はこの辺の日常点検も触ってみるといいと思います。じゃあ次は徳ちゃんからポイントについて。こんにちは。こんにちは。お願いします。ポイントの調整がこっちがショベル、この中に入ってますね。こんな感じに。なんか小難しい感じになってますね。でも点数はそんなに入ってなくて、こっちがコンデンサーって言われるもので、ここの台がタイマープレートっつって速い遅いを動かされるんですよね。もう奥のその鉄板自体がってことですか？台っていうのは。この軸のカムがあるんですけど、これがエンジンが回ると動いてる。動いてますね。こいつとこれはセットで動かなくて、こいつを緩めて位置変えれるんですよね。なるほど。その中がごっそり回るってことですね。そうです。でこのカムにも頂点があって、ここに乗るところ、そこが点火時期で決まってるんですけど、先ほど言ったみたいにそこをタイマープレートをずらせば、遅くも速くもできるんで。原点に戻って質問するんですけど、この今の原理を日常的にっていう話に落とし込むと、どんな時にどんなことをする？これは例えば普段乗ってて、もうかかりが明らかにおかしいと、もういつもならかかるのにかからないみたいなのに、疑える一つのとこ、かかりが悪くなっちゃったみたいな場合、ここが変わっちゃうことがあるってことですか？稀にずれちゃう、今言ってたのがこいつがパンクすると外せなかったり、これチカチカやると、キーオンで、いいですね、青い光が出るんですけど、パンクしちゃうと赤い火になっちゃったり、結構じゃあそれはバイク的には調子悪いなとかっていうか、あれかかんないぞとか、もう本当にあれ問題ありそうだなっていう時にバイク屋に持ってっちゃうも一つだけど、ここを疑って自分で何が起きてるかちょっと整理してもらうことができるよっていうことでいいですか？あとね、プラグ火飛んでるだ、ガソリンが流れてるだとか、
一個一個追っていくと絶対何かしらあるもんで、どのタイミングでね点火にたどり着くかは。はい。日頃ここはなんか掃除とかそういう類のことはあるんですか？ポイントの接点がいつもこいつずっとパチパチなってるもんね。これで荒れちゃうんですよね。でそこを少し細かいペーパーで、ほんとちょっとですよ。ゴシゴシやっちゃうとなくなっちゃうんで。なくなっちゃいますね。何番ぐらいですか？ちなみにペーパーは。320ぐらい。320 320 32番はないと思いますけど、32番でやっちゃいけないです。でも1000番でも全然。まあ結構細かいので綺麗になればそれで十分ですね。じゃあ新しいこう金属を剥いてあげればちゃんと火が安定して飛ぶようになるみたいなイメージでいいですか？で掃除の仕方なんですけど、キーは必ず切ってもらって。キーは必ずオフで。今入ってましたね。危ない。まあこういうことですね。ちゃんと切って。もうこれ新品なんで、当てるふりですけど、このパーツを上げる。ここにペーパー挟む。で今挟んだ状態なんで、それで少し指で押さえてコシコシ。じゃあそれで、上下磨くような感じでいいってことですかね？そうです。であとこの線、こいつはイグニッションコイルにいってるんで、プラスが来てるんですよね。キーオンにして自分でここを上げてみて、パチパチ火が飛ばない。それはもうかかるわけがないです。エンジンに火が飛ばないのと同義なんですね、これは。さっきの診断の話になっちゃうんですけど、ここじゃないってなってくるんですよね。要はここにプラスが来てないってこんなんで、そのポイントの話とは別になっちゃうんですけど、そういうポンですね。かからないぞとかっていう時にはここで少し診断の分岐が取れるわけですね。取れますね。ポイントの隙間、さっき磨いてたとこ、ここがこのカムの方に高い山と低い山がありまして、高い方の山に見えますね。これでもう少しで合うんですけど、今上にあるのが高い山で、それがこの L 字のやつの真上にここ L 字のちょっとこの茶色いあれですね。 L 字っていうのはそうです。その時にここが開いてると思うんですけど、開いてます。でこれがポイントのギャップって言って、この隙間の幅ももう決まっていて、よく名刺1枚分って言われてて、隙間が狭くてもダメだし、今度逆に空きすぎちゃってもダメですね。じゃあそれを空き具合、隙間を見るときには今合わせた位置にまずしないことには、違うとこで見ちゃうとおかしくなっちゃいますね。ポイントの点火時期合わせは別の話になっちゃいますけど、うちでなんか点検ってなった時に、ここ開けてもらって、今言ったことは別に何も難しいことはないんで確認できますね。じゃあ今ちょっとこれはコーンショベル、レイトショベルっていうことでこの中に入ってましたけど、ちなみにこのコーンの中必ずポイントが入ってるんですか？コンピューター入ってるのもあるし、よく言われるのダイナ S とか、ポイントじゃなくて、電気の方で来るやつですね。じゃあこれはポイント式の場合だよっていうことで、開けてみたらなんか形が中で違うぞっていう風になってる人は違うものが組んであるっていうことですね。全然違うこと言ってるんで、多分もしかしたら買って開けることも説明されることもなく、今自分のショベル多分この辺を自分がポイント式かも知らずに乗ってる方もいるとは思うので、なんでこれはポイント点火式の場合の説明ということで、ノンクレームでダイナ S ついてる人が俺の直んねえじゃねえかって話じゃないということで。あとよくこのポイントカバー、これだけで止まってる車両あるんですけど、それだとゴミとか入る可能性もあるんで、台座なりガスケットなり先入れてもらってですね。よっぽど入んないですけど、念のためは。こっちがジェネレーターエンジンの方のアーリー、要は古いエンジンの場合、アーリーパンナックルの
ディストリビューターでしたっけ？通称デスビー。デスビー。これも必ずキーオフで作業してください。これもさっき言ったショベルとほぼ一緒で、まあポイントですよね。はい、回ってますね。ただ今度逆になるんですよ、回転が。ああ、さっき左回りだったのが、そうです。これ時計回り、右回りですね。違いはそこだけで、タイマープレートの方、はい、遅くできるよ早くできるよ、はい、そいつがこっち本体の方の止めを緩めてもらって、はい、こいつを動かすんですよね。ああ、なるほど。で締めれば、あとはじゃあさっきの隙間ギャップの話とかはもう同じこと。これのそのカムの高いとことかっていうのは見ればわかるんですか？ヒールの高いやつの下に低いやつがいるんで、はい、ドライバーで刺してるところが低い方ですね。はい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 。ちょっととんがってない方ですね、ここは。こいつの反対が今回ってここですね。ここですね。このとんがってるこれが反対側に、だから180度向こうにいるわけですね。ちょっと上から見るとひし形してるっていう感じでいいですか？ひし形のとんがりが低い方高い方あるから、高い方を持ってきてねということで。で隙間がやっぱこんぐらいですよね。隙間の目安もさっきと一緒。一緒。はい。一人でやるとき足で蹴って、はい、確認する方法もあるんですけど、はい、プラグ取っちゃえば、はい、こうやって手で確認できるんで、はい、それは軽くなるっていうことですか？圧縮がなくなって抜けるんで作業もしやすくなるっすね。プラグホールにもそしたらゴミが入んないようにとか、一応気を使ってもらって。じゃあポイントの話はそのぐらいですか？はい。ありがとうございました。やってみてください。はい。じゃあここまででクラッチのこととポイントのことを2人から話してもらって、ちょっとその他のことを細々したものも含めてメンテナンス、はい、メンテナンスお願いします。そうだね。エンジンなんでオイル量まあもちろん簡単なことなんだけど、はい、結構乗り慣れた人でも、はい、オイル入ってると思って油断してると、はい、こう煙とか漏れなくてもやっぱり燃えてるんで、結構オイル量減ってるバイクも結構多いんで、はい、やっぱりオイル量はまあ本当乗る前にちょっとは見たいかな、ね、覗けば見えるもんなんで。じゃあちゃんとそれは減ってないかの確認。そう量だけ、まあミッションオイルハーレーやっぱりミッションオイル結構漏れとるのあるんで、はい、まあミッションオイルも本当は量だけは本当に見れる時に見といた方が。じゃあ特に自分のがちょっとポチョポチョ漏れてるなって分かってる人なんかはちゃんと気にして目視で液面を見た方がいいですかね。あれそんなんで本当に焼き付いちゃいかんで、はい、マグネット添加以外はバッテリー添加なんで、はい、まあ一般的にもうほぼバッテリー添加なんで、はい、やっぱりバッテリーが、ね、しばらく乗らんでエンジンかからんっていうのは、もう真っ先にバッテリー見てもらって、はい、まあ、テスターある人はこうテスターただプラスマイナスで当ててもらって、はい、まあ、12ボルトあるかどうか、はい、でもこれで気をつけないといけないのが、はい、これで12ボルト挿しても、はい、この状態だと何もバッテリーに負荷がかかってないんで、はい、キーとかまあヘッドライトオンにした時にどのぐらいあるかっていうのを、これ見てもらわないと結構本当これで12ボルト挿してて、はい、キーオンでもうゼロまで落ちるバッテリーなんかいくらでもあるんで、まあだからまあテスターに頼らず、はい、まあとにかくヘッドライトがいつも通り明るくつくかどうか、これだけは最初確認してもらって。はい、暗くなってればちょっとサインだよっていう。そうで、まあ、ポイント添加であれば、最低9ボルトあれば多分エンジンはかかるんで、はい、でまあかけちゃってヘッドライトオンでアクセルオンで明るくなればまあ充電はしてるっていう判断で、はい、よっぽどいいと思うんだけど。なるほど。ヴィンテージハーレーは発電機の故障っていうのはよく起きやすいのかどうかは。起きやすい、まあ、ダイナモステータコイルよりやっぱりレギュレーターがよく、はい、でやっぱり結構この雨当たる位置にあるのがみんな普通で、はい、パンクしやすい。で充電不良もあるししない場合もあるし過充電もあって、はい、過充電でバッテリーが
いっちゃうこともあって、じゃあまあ順調に乗れてるバイクといえどやっぱまあ古いものは古いからバッテリーだけはまあ、気にしとった方が、いいかな。あとはまあ普通に考えれば、まあ、ディスクブレーキであれば、そうか、でも開けん限り残量ね、駅の残量なんかわからないんであれだけど、まあ、とにかく乗ってブレーキに不具合がいつもと違うなと思ったら、やっぱりブレーキだけはやっぱりバイク屋にすぐ持ってって、よくあるブレーキのその初期症状っていうかいつもと違うなっていうのはどんなことが起きる場合が？やっぱり機器となんかこうガツガツするっていうか、機器具合か。なんか一踏み目深くて踏み直すと効くみたいな、あれはエア噛んだりとかそうだよね。そういうのもまあもちろん正常な状態じゃないっていうのはちゃんとすぐ察知して見れる人ならね開けて、駅の量ぐらいは見てもらったらいいんだろうけど、もう一歩踏み込んでもいいけど、またハーレーだとブレーキフルードがまた普通の車用とまた違ったりしたりするんで、まあバイク屋駅だね。そうですよね。まあちょっと安全にはすごい関わるとこですよね。止まらないっていうのは。ブレーキはね。結構ドラムブレーキでやっぱり中でシューが砕けたのも見たことあるし、結構新しいハーレーでもディスク板がこうクラック入るのはたまに本当にあるんで、じゃあそういうのも本当まあ細かく全部やることできるか分かんないですけどクラックがディスクに入ることもあるっていう意味ではたまには目視で見たりとかも大事ですね。ブレーキだけはね、やっぱりまあエンジンの調子もあるけどエンジンのかかり具合もよりやっぱりまずブレーキを第一で考えてもらって。まあ、乗っ取る人もよくあるのはやっぱりタイヤの空気圧を、まああんまり気にしてない人が多くて、結構乗らんで置いとくと結構抜けてるんで、なんかやっぱりハンドル重くなったり、取り回しが重いと思ったら空気圧は、まあ、スタンドで入れるなり、まあこれに関しては目安っていうほどへこんでたらもうだいぶ抜けてるでしょうからまあこまめにやっぱり入れ直すっていうことですか。まあ、国産よりなんかねタイヤがでっかいんでなんかあんまり気づかないんですよね。ね、国産みたいな細いタイヤだと結構ペタンとなるんだけど、本当に日常的なことっていうので意外と忘れがちだよっていうことをあれですよね、撮る前にも駒さんおっしゃってましたけど、本当にね空気圧は見た方がいい。まあ燃費にも関わっちゃいますしね、乗りやすさにも関わりますから。そんなところでメンテ。じゃあまあ今日いろいろ紹介したのがレベル的にどのぐらいに感じるかは多分視聴者様それぞれだとは思うんですけど、まあこれ以上のことかこれ以外のこととかっていうのはもうバイク屋に持っていくレベルのことが多いよっていうことで。でもねその触るのもまあ楽しみなんで、まあそうやってみんな覚えていくんだろうし、まあじゃあちょっと今回はウインカーの弾切れとかそういうことに関してはちょっと触れずにいこうかという趣旨でやりましたけど、皆さんまた自分のバイクなんで自分で安全を守る部分とバイク屋に守ってもらう部分とあるよということで点検してってもらえればと思います。いろいろ説明しましたが安全が第一だと思うんでよろしくお願いします。この動画が面白かった方高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。オールドマックス